こんにちは、めぐです。私は左胸の全摘手術と抗がん剤治療を終えて、現在はホルモン治療中なんですけど、4月18日に2回目のリュープリン注射をお腹の右部分に打ってからずっと腹痛と吐き気に悩まされていました。1週間経っても良くならなかったので、4月25日に乳腺外科に電話をして、主治医に見てもらえないか、そうお願いしてみたんですけど、リュープリン注射で腹痛と吐き気が出ることはないので、乳腺外科ではなく内科を受診してください。そう言われました。1回目のリュープリン注射の時、副作用として痛みと吐き気があると、主治医、薬剤師、看護師に言われたにもかかわらず、今回は関係ないと言われて、私はどうしても納得がいきませんでした。副作用としてあると説明を受けましたと伝えても、内科を受診してくださいと言われるだけでした。なので言われた通りに内科を受診しました。そしたらかかりつけの内科の先生に、内科的には問題はない。痛みと吐き気はおそらくリュープリンのせいだと言われ、それを乳腺外科に伝えたんですけど、ああそうですかと言われただけでした。主治医に伝えてくださいとお願いしたら、わかりましたとだけ言われて電話を切られました。正直かなりイラッとしました。と同時にとても切なくなりました。失望という言葉が一番かもしれません。助けを求めているのに助けてくれないんだ。見ることすらしてくれないんだ。そう思ったのを覚えています。内科で新しく痛み止めと吐き気止めをもらって良くなることを信じて飲み続けました。でも正直全く良くならなくて、もう一度乳腺外科に電話しようとも思ったんですけど、また冷たくあしらわれたら嫌だと思い、なかなか電話ができないままゴールデンウィークに入ってしまいました。私はゴールデンウィークも仕事だったんですけど、上司に状況を伝えて、いつもより多めに休憩を取らせてもらって、腹痛と吐き気に耐えながら頑張りました。ところが5月4日、仕事中に吐きそうになって、実際に何度も吐いてしまって、その日と次の日はお休みをもらいました。ゴールデンウィーク中で病院は空いていなかったのでひたすら耐え続けました。嘔吐はしなくなったんですけど、ずっと腹痛と吐き気が続いて、これはさすがにおかしいでしょと思って、怒りがまた込み上げてきました。なのでゴールデンウィーク明けすぐに病院に電話をしようと思いました。正直最初は怒りに任せて強く抗議してやろうと思ったんですけど、それだと多分きちんと伝わらないし意味がないと思いました。少し冷静になるまで待とうと思って、5月18日の精神看護師さんとの面談の日まで待つつもりでした。その間主治医に手紙を書き始めました。ただ書けば書くほど冷静になれていたのに、また怒りが込み上げてきて、早々に決着をつけたいと思って、でも病院に電話をする勇気がなかなか出なくて、なんとか自分も奮い立たせて電話したんですけど、主治医がいない日だったので、また日を改めて連絡をしますと言われました。でもそれだけでは納得ができなくて、どうにか前に進みたかったのと、主治医に会う前に主治医とどう接したらいいのかを相談したくて、がん相談支援センターの方と会う予約を取りました。いつも話している方が1週間お休みだと言われて、でもそんなに待てなかったので、別の方とお話をしたんですけど、いろいろと説明をしたら、不信感を抱くのは当然だと思いますと言ってもらえて、そこで少し冷静になりました。すぐに乳腺外科のスタッフと話してくれて、ただ主治医はいない日だったので、看護師さんが出てきてくれて、まずは不安で辛かったねと言ってくれて、やっと分かってくれる人がいたと思いました。ただ、やっぱり一番いいのは主治医に見てもらうことだと言われて、次の日の朝一番にまた来てほしいと言われました。夜のスタッフにも伝えておくので、夜に何かあったら電話をしてくださいと言われて、その時は一度帰りました。そして夜中の3時頃にまた吐いてしまったので、病院に電話をしました。ちゃんと話が伝わっていたので、スムーズに看護師さんにつないでもらいました。ただ当直の先生が整形外科の先生だから、今来てもらっても何もできないです。ごめんなさいと言われて、朝一番で病院に行くことにしました。8時半に着いて受付をして、まず看護師さんとお話をして、予約の方たちの間に入れてもらって、1時間も待たずに呼んでもらいました。主治医の開口一番が内科かなだったので爆発してやろうかとも思ったんですけど、血液検査とレントゲンをやりましょうと言われて、とりあえず1回冷静になって、血液検査とお腹のレントゲンも取ってもらいました。正直辛すぎてバトルする気力がなかったです。1時間ほど待ってまた診察室に呼ばれました。どこにも異常はないと言われて、私はまた爆発しそうになりました。異常がないならどうしてこんなに痛くて、どうして何回も吐くのと思ったんですけど、主治医がしっかりと私の方を向いて、目を見ながら話してきたんですよ。投与した日から数日以内の痛みと吐き気だったら、リュープリンのせいかもしれない。ただ、その副作用は1回目に出ることが多くて、2回目に出ることはそんなにない。
どの場所に打ってもそれは基本的には変わりない。しかも、こんなにも長く痛みと吐き気が続くのは聞いたことがない。もちろん例外はあるかもしれないけど、もしかしたらリュープリンの副作用というよりは、いろいろな薬をずっと服用していて、胃が弱っているせいなのかもしれないと言われました。あと、お通じは毎日しっかりあるんですけど、レントゲンの結果かなり溜まっていたので、そのせいもあるかもしれないと言われました。触診もしてもらって、今は腫れも赤みもないし、腹水でもないと確認してもらいました。リュープリンのせいじゃないとは言えないけど、もしリュープリンのせいでも、もう注射は打ってしまったので、薬が抜けるまである程度は耐えてもらうしかないと言われました。お水ですらも吐いてしまうのに、薬を飲んだらそれも吐いてしまうかもしれないし、胃にも負担がかかるからということで、新しい薬は処方されませんでした。体力的にも気力的にも弱っていたので、抗議する力がなかったのも事実なんですけど、ちゃんと理由を説明してもらえたので納得している自分がいました。最初に電話した時点で見てくれていたら、私はもっと楽だったのにと思ったんですけど、今回は本当に丁寧な説明で、レントゲンの画像をパソコンに出すとき以外はずっと目を見て話してくれましたし、2、3日辛いと思うけど過ごしてみて、もしひどくなるようだったら金曜日もいるから電話をしてと言われました。その時に CT を取るなり胃カメラをするなりして、そこの内科にかかれるようにしてくれると言われました。今までにないくらい寄り添ってくれたんですよね。それまであった怒りが落ち着いて私も冷静になれたので、とりあえず病院や主治医は変えずに、今の主治医の下でこれからも治療を続けることにしました。それと同時にある意味諦めようと思っています。少し寂しい考えにはなるんですけど、乳がんになっていない医師に乳がん患者の辛さはやっぱりわからないと思います。でもそれはわからない相手が悪いわけではなくて、もちろん乳がんになった私のせいでもなくて、やっぱりなっていないものを理解するのは本当に難しいと思います。辛さを伝えてもどうしても伝わらない時もあります。でもわからなくてもいいんですよ。わかろうとさえしてくれれば私はそれでいいんです。今回はいろいろありましたけど、ちゃんと向き合ってもらえた気がしたので、許すと言ったら変ですけど、ちょっと妥協することを覚えました。もちろん不信感が 100% 消えたかと聞かれたら実際にはそうではないですし、これからもまた出てくるかもしれないです。でも正直新しい病院を探してそこまで通って新しい医師に全てを説明するだけの気力は今の私にはありません。手術も抗がん剤治療も終わって今はホルモン治療の薬を処方してもらうのとリュープリンの注射を受けるだけなのでそれだけを求めることにしました。ちょっと悲しい気もしますけど、主治医一人に全てを任せるのも多分違う気がするので、これからも精神看護師さんやがん相談支援センターの方たちをしっかりと巻き込んで治療をしていくつもりです。実は入院中にもいくつかいざこざがあって、その頃から主治医にも病院の他のスタッフにも少し不信感を抱いていました。でも今後もここで治療をしないといけない。波風は立てない方がいい。ここしかないから我慢するべきだ。そう思って治療を続けていました。診察のたびに少し引っかかる部分はあったんですけど、考えすぎ、反応しすぎだと思ってスルーするようにしていました。多分そういう不信感が積もりに積もって、今回思っていた反応をもらえなかったので、私の中で何かがプツンと切れたんだと思います。ただ、怒ることも失望することも私の当然の権利だと思うので、それでいいかなと思っています。もしかしたらもっといい医師がいるかもしれません。でも、私は今の病院が一番楽に通えますし、今回誠実に対応してくれた主治医をもう一度信じてみようと思います。ただそれも信じすぎるのではなくて、ある程度の諦めを持ちつつ信じます。できれば 100% 理解してもらって 100% の気持ちで信じていたいですけど、それはやっぱり不可能なのと、依存にもなってしまう気がするので、あまり健全ではない気がします。主治医だけを頼るのではなくて、あくまでも主治医は頼る人の一人。そんな風に考えようと思っています。それからしっかり自分の気持ちを伝えることをもっときちんと意識します。分かってくれて当然だと思うのはやめました。言っても 100% は分かってもらえないことも理解するようにしています。怒るのもイライラするのも無駄に体力を使いますし、私はなるべく前向きに治療をしていきたいので、今回のことは水に流すじゃないですけど、もう過去だと思うことにしました。簡単に許したわけではないんですけど、前に進むために乗り越えたという感じです。弱っていて判断力が鈍くなっていたのもあると思います。それで勢いで動画を撮って公開したんですけど、それは決して間違いだったとは思っていなくて、あの時の私には必要なことでした。ただ、その後もお伝えするべきだと思ったので、今回も動画を撮りました。
感情の起伏が結構激しい人間なので、皆さんには迷惑をおかけしたとは思いますが、温かく見守っていただき、本当にありがとうございます。また落ち込むことはあるとは思いますけど、なるべく笑顔で投稿していきますので、今後ともよろしくお願いします。ご覧いただき本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。それまではぜひこちらの動画をご覧ください。メグでした。バイバイ。